皆さんこんにちは、読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら、今村夏子さん。こちら、あみこ。そうそうたる賞を取ってるんですけど、ちょっと、昔の本です。で、あみこ主人公。読んでいくと分かりますけど、いわゆる、知的障害者です。でも、本人は当然、悪気はなく周りに接します。で、この小説の中に出てきますけども、のりくんという子を好きになるんですよ。で、あみこからのりくん。好きだ好きだ言う割には、名前もフルネームもちゃんと覚えられない感じで、のりくんのりくんって呼ぶんですけども、のりくんも、好きになるような子ですから、悪い子ではないんですけども、あみこが割とこう、ぐいぐい来るもんですから、ちょっと引いちゃうんですよ。で、あんまりにもいろんなことがあってですね、もうのりくんはもう逃げ出しちゃうんです。例えば、あみこはお気に入りのクッキーがありました。外をチョコでコーティングしてた。外のチョコだけ舐めてですね、中のクッキーを、後日、湿気てる状態で、これあげるって、一箱分食べてます。あとはですね、あのこの下に弟だか妹だかができるんですけれども、死産だったんですね。そして、そのことを悲しんだあみこはのりくんに、弟のお墓ってここの棒に書いてくれ、嫌だ嫌だっていうのも、いいからいいからって言ったら、もうしつこいからもうしょうがないから書くんですよ。怒られますよ、そりゃ後から。のりくんも、そんなこんながあって、離れ距離を取ろうというふうにするんですね。この本って非常に難解なんですよ。どういうスタンスで読んだらいいかわからないんです、最初。で、いくつもの視点で読んでいかないと、実はこの本っていうのはちょっと読解できない感じがします。あの深いというよりはちょっと難解な感じなんですよね。で、記憶って、えー人を傷つけます、記憶が。でもアミコのこの特徴って覚えられないんですよ。覚えられないから、例えばそういうことがある、怒られる、もうことによってはぶん殴られる、でもよく覚えてないんですよ、明確に。だからあんま傷つかないんですね。へっちゃらなんです、アミコは。で、普通の人ってそういうわけにいかないじゃないですか。あの時こんなこと言われた、こんな風にぶん殴られたってなると、人間の心ってちょっとずつ折れていくんですよ。で、これ何かっていうと、折れるっていう言い方をしようか。これ何かっていうと、例えばいろんなものが自分の心の中にストンストンストンって入ってくる。でも、受け入れられない時は蓋を閉じるじゃないですか、こっちが。でもそれがバンバンバンってくると、やっぱりポキってなっちゃう。でそれは逆を正せば、受け入れられないものって人間ってあるってことなんですよ。それが普通なんです。で、ところがアミコの場合は、そういう感じの子なので、例えばお風呂に入ってなかったり、食もあのお母さんちょっと病気でご飯もあんまりろくなもの食べてなかったりして、ちょっと痩せたりしててってなると、臭いだの何だの言われるんですよ。そうか、私臭いかみたいなことを言う。臭いって言われたら、
世の中どんだけなんかこういう消臭剤出てるかって、あれ結局だから言われたら傷つくからでしょ、人間。でも、その、平気なんだな、アミコは。で、アミコの周りにいろんな人がいるんですけども、もう近い人から、家族から、順番にぶっ壊れてきます。順番にぶっ壊れていく中でだ、一人、これアミコは結局名前を覚えないんで名前よくわかんないんですけども、坊主頭っていうのがいる。この坊主頭が、学校で割とこう中学校なんですけども、まあずーっと中学卒業するまで、まあ、一緒に割と近い席にいたりするんですよ。で、話したり、お前臭いなって言ったり蹴飛ばしたりするんですけども、でも結局この坊主頭のすごいところは、アミコと距離を取ろうとしないです。珍しいキャラクターがこの中で出てくる。で、結局とどのつまり、この坊主頭の少年っていうのは優しいんですよね。優しい。で、まあアミコにいろいろやられたりっていう経験もあるんですけども、基本平気なんですよ。基本平気なの、この人。で、平気だからどうなるかっていうと、許すんですよ。まあしょうがないがって。優しさってね、この本読んでて思うんですけど、優しくしましょう、親切にしましょう言いますけど、優しさってやっぱ持って生まれたもんだなって思いますよ。それはある程度のところまではね、このアミコの話もそうですけども、周りのお父さんお母さん兄とか、ある程度まではみんな優しくするんですよ。でもどっかで限界が来る。もう嫌だ。でもこいつはそうならない。その差って、やっぱりその人のもう本来持ってる気性っていうものが出るんだなっていう感じがします。ほとんどの人が力尽きる中ですよ、途中で。離れるか付き合っていくか、人間として付き合っていくかでも付き合う方を選ぶんですよね。で、たった一人いるんですけど、逆に言うとだよ、そういう人って世の中にいるってことだよ。つまり自分が日常で生活してても、そういうふうに自分のことを受け入れて理解する人っていうのは実は近くにいるんですよ。ところがアミコはこれ坊主頭坊主頭って言って結局名前すら覚えてない。で、自分の視界には入ってない人なんだけど、そういう人っていうのは自分の周りに実はいるんだっていうことを教えてくれる本です、これ。第26回太宰治賞で、これを文庫本にした後に、単行本にした後に第24回三島由紀夫賞ですよ。太宰治と三島由紀夫がついてる本です。一回読んでもってなるんで、まあでも短いです、これ短編集なんで、3つ話が入ってますけど、アミコの話は最初のに出てくるんですけども、読んでもってなるとこあるんですけど、3回ぐらい読むとはーってなるところがこれのすごいところです。で、ちょっと読んで考えるっていうことがすごく求められる本ですけども、ちょっと一回読んでみてください。今村夏子さん、こちらアミコ、すごい本です。読書の達人でした。